代の人たちより見てるもんちょっと変な方向性のポジションの悩みがあったけど、いやポジションの悩みすごいだろう。お給料すべてを投資してる最高じゃん。オタク仲間をこう探すみたいな。君はもしかしてみたいな。あ、めっちゃ学校だ。めっちゃ学校初めましてなのに、突然学校っていう久々すぎるこの高さの椅子が。なんかちょいちょい撮影であ、そっか、使うから。来てるし、今回の舞台の稽古場も、この建物の一番奥だった。あ、じゃあ馴染みの場所で。馴染みのある場所で。私はもう久しぶりすぎてやばいです。この机。こんな机。めっちゃ汚くしてたの。ね、学校私整理整頓できないからこの中めっちゃ汚かったなって今すごい思います。めちゃくちゃ綺麗にしてた。めっちゃ綺麗そう。ということで改めまして生駒里奈です。よろしくお願いします。お願いします。早川です。生駒チャンネルと早川さんのゴミちゃんのゴミちゃんってゴミちゃん、なぜ私がゴミちゃんと話したかったか、いや突然来て、そう突然オファーを入れたんですけど、ずっとダブルチャカとかフェイストとかの服とか下着をすごいファンで、同い年で起業家でっていうところでめちゃくちゃびっくりして、なんかいつか本当なんかアイドル時代からブランド出来たて時代から追ってたんですけど。いや、一回なんか確かブログかなんか握手会の時にそうダブルチャカ来てくれててみたいなのをそのファンの子が「来てます」みたいな感じで教えてくれてどうよみたいな感じでした。そうその時はフィースのパンツもちゃんと履いてた履いてくれてた。もう全身でやってたんですけど、だからどっかでなんかお話ししたいなっていうのがあって今回 YouTube 作ったんで、はい、ぜひということでついに。嬉しい。同い年じゃないですか、でも多分同世代の人たちより見てるもんちょっと変な方向性の同世代の友達っている2人、地元に2人年下の女優さんの友達1人、本当に友達少なくって、じゃあずっとケラが好きだったし、多分流行りの曲とかもあんまりなくって、それこそ私ケラに乗ってた「新生かまってちゃん」ってバンドがめちゃくちゃ好きで、あの時ってまだそういう新生かまってちゃんとか系のバンドが何？あ、そうだったね。結構みたいな王道なものがね割と多かったから、最近コミック系のバンドも増えてきたけど、うちもボカロがすごい好きだったから、私も好き。ボーカロイドの人柱アリスっていう曲を友達と一緒に給食の時間流したらめちゃくちゃ迫害を受けて、本当に流すのあんな気持ち悪い曲みたいな風に当時言われたけど、でもみくちゃん「N ステ」に出てたり、こんな風に変わったのね時代はみたいな。確かに、だって今はもうなんか米津さんとかもそうだけど、もうもはやメジャーのルートに乗ってきてる。ハチさんじゃん、ハチさんじゃんって感じです。うちらからしたらハチさん。私逆に多分中高が結構オタクが多かったんだよね。でも普通になんかハレハレ妖怪流れてるみたいな、めちゃくちゃいい。なんなら2週に1回くらいの頻度でその電波系流れてて、いやさすがに攻めすぎでしょって思ったけど、一応その時もうゴールデンボンバーが金箔ね。金箔、しかも金箔っていう金箔っていう人は完全にその当時見せたからね。こうジャンプもなんか個人的には黄金時代に中学高校だったなと思って、あの時のジャンプがめちゃくちゃやばい。中学校高校の時の熱っていうものがやばかった、相当やばかった。だから高校時代はもう乃木坂やってたから、もうずっともうお給料すべてを投資してる、それこそ最高じゃん。アンジェリック・プリティで意識買ったっていうのがすっごい嬉しかった。感動だわ。うわーと思って、ついに私もメアリー・マグダレンってこうブランドが好きで、クラシック系なんだけど、でもやっぱ高いから当時買えなくて、でなんかやっと買えるようになってきたら結構その販売の頻度落ちちゃってて、私がもっと支えられたらってすごい気持ちになってうちもすごいピースナウがすごい好きだった、一番好きだったけど、ピースナウなくなるってなって、もうダメだ、もうダメだってなんか青春が崩れてったのとかすごいしてある。なかなかね、なんかこういろいろ変化していくけど、逆に学生時代よりなんか好きなもの好きっているようになってよかったなと思ってて、
なんだろう、全力でオタクできるから最高。あの時隠さなきゃいけないそうものとかもなんかわかんない、なんで好きなものを隠せと言われるのかわからなかったけど、当時確かに迫害受けてたなって思う。なんか絶対にバレちゃいけないみたいな、そうなんかオタク仲間をこう探すみたいな、君はそうもしかしてみたいな、そうバディって電気走ってすいませんこの分かりづらいグッズだけどこの配色はきっとみたいな、初めてアニメイト行った時とかもすごい楽しかったし、楽しかったわ。そっか、東京でそう、それこそもう池袋に行った時はもうすっごい嬉しくって、ここが聖地だと、ここが聖地かと。で18歳過ぎて、もう何のあれもなく18金を買うっていう、買えるんでね、最高だーカゴにいっぱい詰めてね、お金も使えるようになったし、こういろいろできるようなことが増えてマジでいいなって感じだわ。なんか多分これからもあと5年ぐらいはそういうこと言えないんだろうなっていう、過去に持ってた悩み、実はこういうふうにアイドルでやってて、ポジションの悩みがあったけど、ポジションの悩みすごいだろうなってね、センターにいたからこその、悩みっていうものが、その時は誰にも言えなかったし、やっぱり他の方から見るとそれは自慢になってしまうような悩みになっちゃう、センター羨ましいみたいな、から言えなかったっていうのが今はもう悩みじゃないけど、そういう不安があるからなかなか言い出せなくって溜めてしまって爆発しちゃうみたいな、そういう口もついちゃったなみたいなのが。ね、だって結構なんかポジションの悩みはなんかそれこそインタビューかなんかなのかな、こう見て、結構その最初の時にも乃木坂のセンターになって、でこう結構そこで葛藤があったみたいななんかで見かけたなって思って、悩みを話すっていうことも、16歳17歳の時って、しかもね、なんか人に話すってことしてたかな。そもそもなんかこう抱え込んじゃうというか、なんかあんま人を頼っちゃいけないみたいな感じもね、ちょっとしちゃってたなって思って、当時。それも相まって、そうか、ダブルでね、そもそも言いづらいし、まあなんか自分自身もこう抱え込みやすかった時期というか。もみちゃんって人に話すってことってできるタイプ？私がなんか多分その仕事してる中で話せるようになってきて、なんか結構その自分もスタッフだったりとか、それこそ生駒ちゃんの場合こうチームのね他のメンバーだったりとかもあると思うんだけど、抱え込んで爆発しちゃった時の方がお互い大変だなって思って、本人もその爆発は取り返せないで、もう爆発してんだけどみたいな感じだから、なんか結構最初の段階で気づいてたらなんかお互いフォローできたよねみたいなこととかも結構あるなって思って、仕事とかでもなんかもう早めに言おうって思うようになって、なんか取り巻く種が小さいうちにこれなんだけどみたいな感じで言ったりとか、なんか最近はもう一周回ってすごい赤子私は赤子でも無理みたいな時が結構ある。そういう風に言えるってことがすごく重要だなって思って、超進歩した。こんな赤ちゃんになれると思う。すごいいいと思う。多分20歳過ぎてぐらいでやっと人に話すってことをできるようになって、それまでが結構大変だったんですよ。言えなくってで爆発して、でそれこそあんまり詳しくは言えないけど心の方にも影響が出てしまって、その言うこともすごく言ってこなかったせいでなんか難しい部分もあるけど、一つ今日なんかこう言いたいことが言えたから、なんかちょっとずつなんか言ってこうかな、やってみようかなっていうの気持ちは芽生えたかなって。今の話それこそこう自分のコンプレックスの話とかも多分近いだろうし、アイドルってすごい人の前に立つ、しかもその一人じゃなくてチームでやってるから、そのチームとしてこうあるべきみたいなのと、なんか本当は自分はなんかこういうことも言いたいみたいな、結構いろいろ葛藤があったんだろうけど、なんかきっとそれがこう今いろいろな仕事ができるようになったりとかね、こう一人で活動してって、それこそ仕事単位だといろんな人と関わると思うけど、なんかこうそのタイミングで言いたいとか言えなかったが、こう言えるタイミングとか言える場所がねできてきたってことなんだよね。そう卒業してから言う機会が多くなって、増えた。なんかやっぱりグループとか、会社とか仕事もしてると代わりに言わなきゃいけない、自分の意思じゃなくて言わなきゃいけないっていうのも会社的にはみたいなとかね、あると思うし、だけど個人ではそう思ってないとか、あるあるね、場所が違いど立場違いどあるものがあって、そういうのを抱え込みすぎると良くないぞっていうの、だから
そういうものをどうやって解消していくのかっていうのが、なんか最近なんかちょっと話取れるけど、その中高生からの、そのアイドルになりたいとか、私は何々を変えたいけど、勇気が出ません、どうすればいいですかっていう質問がめっちゃすごいね。なんか気づいてるんじゃない？そうあって、でも私もわからないけど、でもとりあえず私も現在進行形でめちゃくちゃ悩みながら、頑張ってね、抱えつつやってるけど、まあ当たって砕けた方がいいっていうものはなんか、それはそうだね、その後で後悔した方がまだいいなと思って、なんかやれないでやっちゃった後悔って結構大人になっても引きずる、めっちゃ引きずる、夢に見るもんね、あの時やって後悔だと、まあしょうがないかみたいな、そのなんか面白いネタになったりとかするしね、なんかそこはすごい共通してる部分があるのかな、できっとゴミちゃんもこれからもすごい変わっていくと思うんですけど、なんか自分が例えば3年後に何してるんだろうなっていう。3年後は、今やってる会社が結構その56年くらいこうやりたいことはやってたけど、先走ってやっていたというか、なんかこう準備してやったというよりはなんかやらざるを得なくてこうやってきたみたいな部分が多かったから、なんか今やっと準備してやるぞっていうのでイルミネートってブランドやってて、でなんかそこをしっかり伸ばしていくっていうのがすごい具体的に目標があるから、まあ、それで大きな会社になってるだろうなっていうのと、もしかしたらもう人生のステージがこう上がっていくというか、こう先輩としてそういうポジションになれたらいいなみたいな感じは結構してるな。なるほど。28歳ねじゃないですか、3年後って。うちはもうそろそろ28歳だから。そうだよね、28どうしてるんだ。なんか代表作あってほしい、なんかそういうふうに頑張りたいけど、でも現実の自分のメンタリティーだったりとかってなると、もしかしたらの可能性も考えていろんなことをなんか受け入れられてるように、なんか今から準備して28歳どう転がってもいいようにしておきたいなっていうのがなんか、近々の自分の。でも3年なんだろう、こう2年先3年先とかこう今多分一旦落ち着いて考えられるこう状態になってるだろうし、なんかこう考えられてたらなるようになるんじゃないかなってめちゃくちゃ思う。こうなんかわたわたしてる、それこそねグループ入ってる時とかわたわたしてても明日来月が大変みたいな時だとね、こう結構どうなるかわかんないけど、なんか落ち着いて考えてやっていけたらこう自分の好きな方向に転がっていく気もする。なるほど、それを忘れがちっていうか、なんか常に焦っちゃうよね。明日考えないと、明日いないかもしれないって考えてるタイプだから、ちょっとそういうのを参考にもうなるようになるってちょっとゆっくりやってみようかなって思う。エクマちゃんが幸せならってファンの方もいっぱいいるだろうしね、もう何より健康とハッピーなことが大事だと思う。ということで私たちの同世代トーク多分、ただ好きそういう好きっていうのと、あと見てる人も分かる人多分ねめっちゃ分かるってめっちゃ分かるってなるけど、分かんない人は絶対分かんないけど、分かんない人はそれでいいと思うし、それはそれでいい。私たちはずっとこのままそうし、言えるようになったから最高っていう、仲間が増えて最高。いい逃げします。いい逃げします。今回はゴミちゃんにイコモチャンネルに来てもらったんですけど、ゴミちゃんのチャンネルでもトークいろいろ展開しておりますので、ぜひそちらのチェックもお願いします。また遊びに来てね。来る来る